What's up? どうも皆さんこんにちは。このチャンネルはトレーニング、ワークアウトのチャンネルです。でも瞬発力とか、大きい体を作るとか、見た目のいい体を作るという方は向いてなくて、動ける体を作るチャンネルなので、そういうのがやりたい人は別のチャンネルへ行ってください。YouTube 流行ってますよね。流行ってるというか、メディアの一個として認知されていて、そのチャンネルでワークアウトだったり筋トレを見て参考にして、筋トレをしている人も結構いるんじゃないでしょうか。僕も体を使って勝負の世界で戦ってるので、昔は体でっかくしたりとか、25歳ぐらいの時はそうだったんですけど、今僕34の年なんですが、25ぐらいの時にシフトして瞬発力とかそういうのをメインになってきました。で、過去を振り返ると25歳ぐらいの時よりも今の方が絶対にキレもスピードも持久力もあると思います。なので今目標に向かってやっててダメかな、諦めようかなって思ってる人が、まずそのスポーツだったり技術を伸ばしていくって、こう間違ったり成功したりこうやって遠回りなんですけど、体を鍛えるってことはそのゴールに向かって一直線確実に近づくと思うので、少しでもそれでまた現役で何か狙ったりとか、そういう気づきがこのチャンネルで得られたらいいなと思って始めました。まず瞬発力のトレーニング、このチャンネルでやるのは主に瞬発力のトレーニングです。瞬発力って聞くと何ですかね、みんな速く走れるとかいろいろ想像するかもしれないんですけど、結構パワー系のスポーツ以外運動する人はみんな結構必要だと思うんです。例えばバスケ、じゃあ相手がボール持ってて自分の方が速く動けたら相手のボール取れます。シュート打とうとしたら早く自分の方がジャンプしてシュート打てたら相手にブロックされる前にゴールが入りますよね。そういう感じで結構動くスポーツに関しては瞬発力がとっても大事で、今いろんな種類の多くのアスリートがみんな瞬発力のトレーニングをしてます。で、瞬発力のトレーニングって何なのかなった時に、普通の筋トレだったらこうダンベルを持ち上げる時に1秒空けてください。で、戻す時3秒で下ろしてくださいみたいなのが正解です。筋トレだったら正解です。そうやって筋肉を大きくする。でもこういうトレーニングしてると瞬発力は別につきません。なので本当に使える体にするのに、瞬発力のトレーニングは大事だと思います。なので、このチャンネルでぜひ自分の体を改革してみてください。じゃあこのチャンネルで多分毎回言うかもしれないんですけど、瞬発力のトレーニングをやる上で3つ注意しないといけないことがあります。1つ目は全力で動作を行って、その動作の切り返しの最中に全力のスピードでやる。これがまず大事です。瞬発力を上げるって何なのかっていうと、筋肉の面と神経の面があります。筋肉の面でいうと遅筋と速筋って多分聞いたことあると思うんですけど、2種類あります。持久力があってコスパのいい筋肉、コスパは悪いけど速く動かす筋肉、この2つの筋肉は人間ついてます。そのバランスを体を動かすスポーツをやってる人であれば五分五分に持っていくのが一番ベストだと言われてます。残念ながら生まれ持ったバランスは誰も変わりません。例えば速筋がこんぐらいある人、遅筋がこんぐらいの人でも動くにはスタミナなくなっちゃうからどうするかっていうと、バランスは変わんないけどそのトレーニングをすると筋肉の面積が増えるんです。じゃあ面積トレーニングして、遅筋のトレーニングしてこう増やしていって、こういう風にするのが一番ベストです。で、もう一個神経の面、ただ筋肉を鍛えるっていうのは瞬発力じゃなくて、脳から筋肉をここを動かそうなった時に脳の伝達の速度は、人間の伝達速度は 0.1 秒が限界です。これ以上絶対に速くならないです。で、瞬発力のトレーニングをするってことはこの 0.1 秒に近づける作業だと思ってください。で、神経をトレーニング、そういうトレーニングをすると神経が太くなります。で、太くなると瞬発力のその伝達スピードが上がります。2つ目は筋力がついてからやる。例えばさっきポイント1で言った全力でその動作をやる、全力で動作を切り返し行う、だいたい1セット10回ぐらい繰り返すんですけど、筋力が足りないとまず素早く動けない。
で10回目では全力でできないってなってしまうので、まずこういうトレーニングをする前に基礎トレーニングをしてください。例えば基礎トレって何だって言ったら、腕立て、腹筋、背筋、スクワットで大丈夫です。なので、このトレーニングをする前にポイント2は筋力をつけてから瞬発のトレーニングを行う。3つ目は毎日行わない。例えば重たいダンベルを持ってバチバチやるってなったら、そっちの方が負荷かかりそうなんですけど、多分今からトレーニングを見てもらうと、でも瞬発のトレーニングって筋肉をギュッてちっちゃくしたり伸ばしたりの作業をすごい短時間でやるので負荷がすごいです。だから基本は毎日行わない。アスリートでも週に2日が基本です。多い人は3回やるかもしれないです。なので毎日やる必要はありません。なので、週に2日とか1日でも全然大丈夫なんで、毎日をやらないっていうこの3つのポイント。1個目、動作を全力で、切り返しも全速力。2つ目、筋力をつけてから行う。3、毎日行わない。以上が注意点になります。はい、以上説明が終わったんで、今日は2つ、まず瞬発力のトレーニングでもベースとなるような基礎的なものをやっていきますので、2つ紹介します。で、毎週土曜日にアップしていくんで、これからスポーツがどうしても目標のところまで行きたいとか思ってる人はぜひやってみてください。で、スポーツに限っても、その毎週土曜日上げていくんですけど、いろんなスポーツをやってる人がいると思います。これを見る人がある程度筋力ついたらそれに特化した練習をしないといけないんで、自分でこのスポーツ、この瞬発のトレーニングは使える使えないとかっていうので、必要ないと思うのはやらなくて大丈夫です。やる必要がありません。必要だなと思うものだけ自分で選んでやってください。で、例えば、アイススケートの選手、体操の選手、例えば両足でジャンプする瞬発力を上げるってなったら、アイススケートの人はいらないです。基本的に。だって片足でずっとこうやって地面を蹴ってるじゃないですか。両足で蹴るタイミングがないから。だったら片足系のをメインにやった方がいいとか、体操の選手だったら踏み切りで両足で飛ぶことが、例えば跳馬、床とか両足で飛ぶことが多いんで、そういう風に自分のスポーツで動作によく合う瞬発力をやるのがおすすめです。ということで2つ今日トレーニングをやっていきます。はい、それでは1種目目、今週の1種目目、アンクルホップをやっていきます。ただジャンプするだけ。ステップ1、ステップ3に分かれてます。ステップ1、1、2、3で飛びます。をトントンターン、トントンターンってなるべく着地と同時に速く飛んでください。まずやってみます。10回1セットでいきます。ステップ2。ステップ2は今のトントンターンで飛んでたのを1個減らします。いきます。はい、ステップ3。もう細かいジャンプを入れないです。ずっと高いまま10回いきます。今週の2種目目、スプリットジャンプスクワットです。で、フォームだけ最初に説明します。なるべく足を開いて、こっち90度で膝つくかつかないかぐらい広いレンジでやってください。で、これで飛ぶ。で、空中で足を変えて逆、この体勢になります。で、瞬発力といっても安定した着地、足腰だったら作らないと次につながらないんで、先ほど素早くは飛べないけどバンって作ったらすぐ飛ぶ。で、ダメな例はこう疲れてくると、例えば足腰が弱い、筋トレが足りないなって思う人はこうなります。飛べない、足狭くなる。なんで、なるべく広いスタンスで毎回全力で10発飛んでください。それではいきます。
てる生徒がいるんですけど、2ヶ月間やらせたら全員瞬発力のスピード上がりました。これだけじゃないんですけど、基礎的な筋力も上げたり、でも瞬発全員グッと上がったんで、ぜひ皆さんもやってみてください。で、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。これが増えないと毎週僕のやってきた機密情報のこのトレーニング上げないんで、絶対にしてください。ありがとうございました。